世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はいたかと申します。なんかちょっと画面に見慣れないものというかね、見慣れない生物が映ってますよね。というわけで今回はこの狼についてちょっと話していきたいと思います。結構ね、びっくりされた方も多いと思うんですけど、そうなんですよ。僕以前からね、現状の開発体制では、人型のキャラクターしかね、ちょっとゲーム内に登場させることは難しいだろうっていうことをね、ずっと常々言ってきたんですけれども、今回ね、ちょっと理由があって、狼に手を出してみました。まずね、うちのチームの開発メンバーなんですけど、プログラマーの三つさんと、それからプランナー兼ディレクターをしているはいたか、僕ですね、の二人体制でずっとこのゲーム作ってきてるんですけど、やっぱりデザイナー関連の方々が一人もいないということで、基本的にキャラクターのモデルだったり、アニメーション、モーションですね。なんかはアセットストアっていうところで購入したものを使って、どんどん作っていくっていう風な制作体制でやってるんですけども、このアセットっていう存在がね、今までずっと狼とか、その他動物、ドラゴンなんかも含めてね、を作れなかった要因の一つなんですね。というのも、アセットストアにはね、人間関連のモデルとか、アニメーション、モーションっていうのは、非常にね、たくさん豊富な種類販売されてるんですけど、これが例えば狼とかね、熊とか、ドラゴンとか、っていうタイプになってくると極端にねその数が減ってしまうんですよ。なので例えばアセットだけでねドラゴンとか作ろうとしちゃうとかなりね普通の人間タイプのキャラと比べるとどうしてもクオリティがだいぶねモーションの数とかかなり減るのでクオリティも下がってしまうという風なジレンマがあります。ちなみに皆さんも知っていそうなファイナルソードっていうゲームでねドラゴンのボスが出てきてたと思うんですけど、あれも実はねアセットストアで売ってるモデルとかモーションを用いて作成されてるものなんですよね。プレイしたことある人はね思い返してほしいんですけど、なんかずっと同じ行動を連発したりとかしてね、どうしてもこう機械的なというかねロボットっぽい印象のある戦闘に仕上がっちゃってたかなと思います。アセットのみでね作っていくっていうコストカットを選択した以上仕方ないことなんですけど、ちょっとうちのゲームではねまだドラゴンを作れるような状況ではないという判断になります。そんな中ですね、実は以前から思ってたんですけど、四足歩行の動物、特に狼なんかは、もしかしたらアセットだけを用いても作れるんじゃないかなっていうのはちょっと思ってたんですよね。というのはやっぱりドラゴンみたいなね、ボス敵っていう感じの敵だと、どうしてもね、クオリティの問題に直面しそうではあったんですけど、例えば雑魚狼みたいな、ちょこまかとすばしっこく動き回って、で、体当たりとか噛みつきとか、そういう単純な攻撃だけしてくる雑魚敵っていう形だったら、別にそのアセットにあるモデルとかね、モーションだけでも全然そこそこ実用に耐えうるものはできるんじゃないかなと、ちょっとね、販売されてる商品なんかをいろいろ覗かせてもらいながら、自分の脳内ではね、結構、いや、これ作れるんじゃないかっていうところまでは来てたんですよ。さらに言うと、作りたいっていう気持ちもめちゃくちゃ強くありました。こういう雑魚狼みたいな人間とね、シルエットが全然違ってて、しかも動きも全然違う。ちょこまかとすばしっこく動き回ったりして、体力とかはおそらく低いんだろうけど、人間の敵なんかとね同時に出てきたりするとすごい厄介な存在になってくるみたいな、こういう個性の強い敵がね一種類だけでもいるとめちゃくちゃ戦闘のね敵配置の幅がめっちゃ広がるんですよ。つまりステージのシチュエーションの数が飛躍的に上がっていくということで、そういった観点からねこの狼の実用化っていうのは、喉から手が出るような思いでね作りたいなとは思ってました。でそんな中ですね、今週ちょっとプログラマーの三成さんがですね実はちょっとインフルエンザにかかってしまいまして、しばらく休養されるということになったので、ちょっとね予定を変えてずっと一回ちょっと手を出して検証してみたいなと思っていた狼の雑魚敵ですね。こいつをある程度作ってみて実用に耐えうるのかどうかっていうところを、チャレンジしてみたという流れになります。で、結論から言うとね、これ実用に耐えうると思います。さっきからね、九段の狼をプレイヤーと戦わせてる映像なんかを後ろで流してると思いますので、それに関するね、率直な意見、ぜひコメント欄にどしどし書き込んでもらえればと思うんですけど、現状の僕の採点基準では、全然実用してもいいんじゃないかなというふうには考えてます。ただね、やっぱりどうしても人型の敵とかと比べると、動きのぎこちない箇所とかがね、たくさんありますので、その辺はね、ちょっとどうにか改善できないかなという感じなんですけど、とはいえね、少ないモーション数の中で、よくここまで作れたなっていう風に、この1週間は振り返ってます。これね、多分モーションの数3つとかで作ってるんですよね。歩きモーションと走りモーションと、それから攻撃モーション。攻撃モーション1種類だけなんで、合計3つ。あとあれか、待機モーションとかも合わせて、合計4つかな。でも待機モーションと歩きモーションっていうのはほぼほぼ再生されないんですよ。移動するときとかはね、ほとんど走らせるように。スピードキャラっていうコンセプトなんで、プレイヤーのことを見つけて以降はもうほぼ走ったり攻撃したりの、2パターンしか動きないんですけど、その中では結構生き生きと
狼らしく動き回らせられてるんじゃないかなと思ってます。で、今回使用したアセットがね、こんな感じのモーションセットになってるんですけど、まずですね、走りモーションと攻撃モーションの質が非常に高かったので、こちらのアセットを選択しました。他にもね、一応狼系のアセット、いくつかあったんですけど、人型のアセットと違ってね、モーションの使い回しっていうのがね、かなり難しいんですよね。というのも、エピックゲームスっていうね、アンリアルエンジン作ってる会社があるんですけど、そこがね、人型のモーションに関しては、土台として使用する骨格、構造っていうのを決めてくれてるんですよね。人型のモーション作るときは、この骨格を使って絶対作ってくださいね、みたいな。サンプルみたいなのがあるんですけど、これが動物系になるとね、そのサンプルボーンみたいなのがないので、みんなね、制作者さんがそれぞれ各々のね、好きな骨格、ボーンの構造で作っていくという形になっちゃってると。それでちょっとね、他の制作者さんとのモーションの共有っていうのが難しいっていうことが起こっちゃってます。これ仮にね、狼用のなんかその基本骨格みたいなのが制定されたとしてもね、あんまり問題解決にならないと思ってて。というのもね、動物ってめっちゃ種類いるじゃないですか。鹿とか熊とかね、それこそ翼が生えたドラゴンとか、ファンタジー系の作品だと出てくると思うので、まずね、鹿と狼だけでもだいぶ骨格って違うと思うんですよね。ちょっとあんまりその辺詳しくないですけど、ボーンの共有がね、できない以上、そういうモーションがね、いろんな制作者さんのものを使い回せないっていうちょっと難しさがあるので、僕たち千葉のチームではね、やっぱり攻撃モーションを重視したいなと思ってたので、攻撃モーションと、それから狼はね、基本的にダッシュ、走らせて移動させるような使い方になるかなというふうに予想してたので、この走行モーションと攻撃モーションですね。この2点が一番美しいなと思ったこちらのアセットを使用させていただいてます。で、今この狼でね、一番問題だなと思っているところがダメージモーションですね。これ一応ダメージモーションもアセットに入ってたんで使ってはいるんですけど、これがちょっとあんまり良くないなと思ってます。というのも、これその場でね、移動せずに完結しちゃうダメージモーションなんですよね。ノックバックが全然ないっていう感じ。基本的に 3D のアクションゲームにおいては、全てのアクションがね、移動量っていうものがないとあんまり映えないモーションになっちゃうなというふうに個人的には思っています。攻撃するときもね、全く前進しない攻撃モーションとかって、もうそれだけで魅力が半減しちゃうんですよね。同様にダメージモーションも一緒で、モーションの最中にね、しっかりとノックバック、後ろ方向に移動してくれないと、全くね、手応え感じられないような、そんな感じの手触りになってしまうので、ここはね、ちょっといつものようにね、僕の拙いモーション修正能力で、いろんなモーションをね、ちょっとキメラ的に合成して、狼の足を動かしながらね、足さえ動いていれば、あとはね、移動量に関してはね、もうプログラム側から強制的にノックバックさせればいいんで、ただね、この強制ノックバックさせるときに足が動いてないと、もうめちゃくちゃね、見た目がバグっぽくなっちゃうんで、どうにか足をこうバタつかせて、後ろに強制的にノックバックさせるっていう風なダメージモーションにして、ちょっと手応えの強化っていうところを狙っていきたいですね。あとはこれも同じく手応えの話なんですけど、死亡モーションですね。基本的に狼は一発殴ったらね、もうそのまま2、3発コンボ叩き込んだら死ぬっていう、こちらのターンさえ取れれば確定で1ターンでキルできるっていう風な神体力にする予定ではあるんですけど、なんかそれこそ重たい攻撃とか当てたらね、もう一発で死んでいいと思うんですよね。で、死亡モーションをなんかこうめちゃくちゃ後ろに吹っ飛ぶようなモーションにして、そのモーションのね、吹っ飛び具合で、こいつ死んだなっていうことがもうわかるぐらい、もうめちゃくちゃ気持ちよく吹っ飛んでくれた方がいいんじゃないかなと個人的には思ってるんで、ちょっと死亡モーションもね、めちゃくちゃ移動量出せるようにできないかなとちょっと今検討中です。というわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。